嘘でしょ。突然訪れた不幸だった。最愛の兄が亡くなった。悲しみに暮れる暇もなく、葬式が執り行われた。兄は上場企業の社長だったので、親戚一同のほか、社員や会社関係者の方々も大勢駆けつけてくれた。大きな葬儀場の祭壇にはたくさんの聖火が飾られて、お通夜も告別式も盛大なものに。兄嫁である京香さんは、告別式で私を、親族席ではなく、参列者席に座らせた。昨晩のお通夜でもそうだったので、お焼香する兄の友人たちも、親族席にいない私を不思議そうに見ていた。だって、参列者席でお焼香をしてくださる方に体を向けて、お礼を伝えるために頭を下げていたのは私だけだから目立っていただろう。頭を上げた後目が合うと、私が個人の妹だと知っている方は、皆一様に驚いていた。しかし、艶ぶる前でも末席に座らされ、私があまりにも憔悴しきった様子だったからか、誰も声をかけてこなかった。告別式が始まる前、唯一社長秘書である今野さんだけが声をかけてくれた。若子さん、どうぞあちらに。ここで同じく昇進であろう京香さんのことを否定的に言いたくはないので、無言で首を横に振った。でも、きっと社長も大切な妹さんに近くにいてほしいはずですし。今野さんは心配そうに席を移動するように促してくれた。ここなら気分が悪くなった時にすぐ退席できるので。今にも倒れてしまいそうな青白い顔をしている自覚はある。説得力があったのか、今野さんもその言葉を素直に受け止めてくれたようだ。彼が会社関係者席の一番前に着くと、僧侶が入場するアナウンスが流れ、告別式が始まった。期中払いも親族席とは別の末席に座らされた。参列してくださった方々を見送った後、社長だった兄のごく側近の方と親族だけが残った。兄には妻と3人の子供がいた。子供たちは疲れてしまったようで、食事を済ませた後は親族の控え室で横になっている。うちの家族は両親が他界していて、他に兄弟はいない。私にとって今唯一家族と呼べるのは、お姉さんである京香さんだけだ。兄との結婚が決まったとき、姉ができて嬉しかった私は、お姉さんと呼んだ。だけど、私は徹さんの妻であって、あなたのお姉さんではないから。と言われて、京香さん呼びになったという経緯がある。きっと今も彼女のその気持ちは変わらないだろう。遺産は1円も渡さないから。京香さんは私をきっと睨みつけて、短歌を切った後、嘲笑った。遺産を受け取る気など、傍からなかったのに。夫はすでに新しい家族を築いていたの。いつまでも家族面しないでちょうだい。
京香さんは冷たく刺すような視線で私を見る。兄にとって大切な人は、私にとっても大切な人だ。私としては、京香さんと甥や姪たちを含めて、家族という気持ちでいたんだけど。そこへ今野さんが間に割り込んだ。今の会社があるのは、赤子さんのおかげなんですよ。今野さんは京香さんに向かってきっぱりと言い切る。そして私に向き直り一礼した。会社が大きくなれたのは、あなたのおかげです。予想外の言葉だった。そんなわけないでしょ？京香さんにとっても予想外の言葉だったらしく、彼女は顔面蒼白になる。妻を差し置いて、夫の功績は妹のおかげだとおっしゃるの？怒りが頂点に達したのか、ブルブルと震え出した。内助の子をなくして、会社は大きくなれなかったわよ。彼女は取り乱し、怒り狂った様子だった。兄が経営していた会社は、様々な種類の調味料を製造、販売している調味料メーカー。残念ながら、5年前の事業規模は今ほど大きくなかった。当時は一般ユーザーの間での知名度もそれほど高くなかったからだ。大手メーカーがすでに売り場の面積を大きく占めているスーパーや小売店へ営業で食い込むのは至難の業だったのだろう。しかし製造している調味料はどれも味の評判が良く、数々の飲食店で重宝されていた。チェーン店から発注を受けて、メニューに合わせた調味料の配合も請け負っていたようだ。そんな理由もあって、売り上げは法人ユーザーが大幅な割合を占めていた。もちろん、京香さんの内助の功には会社としても感謝しておりますが、今野さんは怒り心頭な京香さんへ落ち着いた声で話しかけた。突然夫を失って動揺している京香さんに、会社の成功は妹のおかげ、と突きつけるのは酷かもしれない。京香さんも、ソングキッチンチャンネルはご存知ですよね。今野さんの質問に彼女はうなずいた。YouTube なんてほとんどくだらないものだから見ないけど、あれは、ねえ。京香さんは気まずそうに口ごもった。なぜ YouTube 嫌い派と豪語する彼女がそのチャンネルだけは例外的に視聴しているかというと、兄と深く関係しているからだ。ソングキッチンチャンネルに出演しているのは、20代の女性と噂される顔出ししていない一人の YouTuber。どうやら会社組織やチームではなく、単独で運営しているようだ、と SNS で話題になっている。あのチャンネルで紹介された食材や調味料は売れる。と、今や業界内では都市伝説化している。そんなソングキッチンチャンネルは、キッチンの名の通り、料理動画のみを配信。そこで、ある調味料メーカーの調味料が一番多用されている。そう。ここまで来れば誰もが予想可能だろう。兄が経営していた調味料メーカーの商品だ。
うたちゃんと名乗る YouTuber が商品が用いた料理を紹介するようになって、会社の売り上げが大幅にアップした。いわば救世主、業績向上をもたらしてくれた女神のような存在なのだ。だから YouTube 嫌い派で、自分の子供たちにも堅くなに視聴させない京香さんも、そのチャンネルだけはチェックしているのだそう。実は、若子さんが、うたちゃんなんですよ。今野さんの言葉に、京香さんは驚愕した。え？京香さんは絶句している。そう。今まで何食わぬ顔をしていたが、実は私が、ソングキッチンチャンネルの運営者、兼出演者であるうたちゃんなのだ。噂と違って、すでに30代なのだけど。顔出ししない YouTuber として5年前から活動している。画角は首から下の上半身と、上から撮影する作業台やコンロ周り。手元のアップがメインだから見バレしにくいのだろう。料理初心者をターゲット層にしており、視聴者に作業工程を見せながら一緒に調理してもらおうというスタイルなので、解説はテロップがメイン。音声は多少入れているが、地声とは意識して声色を変えている。アニメ声優より、特に美少女キャラ風を心がけて。だけどさすがに身内には即バレるだろうと思っていた。名前も若子だから、うたちゃんとつけた安易なものだったし。でも京香さんは全く気づいていなかったようだ。普段から疎遠なので無理もないかもしれない。生前の兄には即バレてしまったのだけど。兄の会社の商品の宣伝になればいいなと思ってチャンネルを開設し、そこで調味料を用いた料理を紹介。企業名にぼかしを入れていたけど、ボトルの形やパッケージから兄の会社の商品だとすぐにわかるようにはしたつもり。私の本業はウェブデザイナーで、兄の会社のホームページ制作も担当していた。だから仕事上商品知識も豊富だった。動画編集ソフトとデザインの知識はもともと持っていたので、動画編集は独学で勉強した。徐々に視聴者の統計やコメント欄に女性やキッズ層も増えていき、今では料理部門で常にランキング入りする人気チャンネルに成長した。うたちゃんが紹介した調味料がすぐに売り上げに反映されるのは、数字として統計に現れています。今野さんは毅然とした態度で京香さんに言った。でもそれはこの子が勝手にやったことでしょ？京香さんが上ずった声で反論する。うちの今の看板商品であるレトルト、時短、簡単シリーズも若子さんの発案でできたものなんです。今野さんは聞き分けのない子供に言い聞かせるように話した。具材を一品足して電子レンジで加熱すれば料理が完成するレトルト商品の時短、簡単シリーズは確かに私のアイデアだった。私が兄に商品化を提案したのも本当だし、商品開発に監修として協力したのも本当だ。社会情勢で外食産業が落ち込むと同時に、法人ユーザーの需要が減り、兄の会社の利益も落ち込んだ。そんな時、以前から販売していた時短簡単シリーズのレトルト食品が、巣ごもり需要により大幅に売り上げアップした。
若子さんの協力なしでは、ここまで会社が大きくなることはなかったでしょう。こうした今野さんの言葉に、京香さんは納得したのか、頭を下げた。ごめんなさい。私は何もスキルのない専業主婦で、まだ幼い子供3人を守らなきゃって必死で、遺産だけが頼りだと思って、京香さんが詫びてくれた。その目から涙がこぼれている。それに、若子ちゃんに対する嫉妬もあったの。彼女の言葉を聞いて驚いた。なんでだろう。私のことがただただ嫌いなんだとばかり思っていた。夫が家族として一番大切にしているのは私たちじゃなくて、若子ちゃんなんじゃないかと思って。うちは両親が早くに亡くなった。すると大学生だった兄が、10歳年の離れた私の親代わりになってくれた。兄はそこから叩き上げで社長にまでなったのだ。それには、前社長と兄の関係性も大きく影響している。前社長は、兄の仕事に対する誠実な態度とひたむきな努力。厳しい指導にも食らいつく根性を高く評価してくれていた。そのため、前社長が優待を決めたとき、後継者に兄を指名した。そして年老いてからできた自分の愛息を育ててほしいと、息子を社長秘書に就かせた。兄の仕事に対する姿勢を一番間近で見て、勉強してほしいと。そう。今野さんはただの社長秘書ではなかった。前社長のご子息なのだ。前社長が優待する時点ではまだ、今野さん自身が社長に就くには経験が浅すぎたので、会社と息子を兄に託したのだろう。後日、兄の遺言書が弁護士の立ち会いのもと開封された。責任感の強い兄は、自分が社長に就任したと同時に、若くして公正証書遺言を作成していたようだ。万が一のことがあったときに、家族や社員が困らないようにという気持ちが大きかったのだろう。作成してから5年しか経っていないのに役立つ日が来てしまうなんて。遺産は妻が半分。残りの半分は子供3人と私が均等に相続するように明記してあった。そして、社長職は社長秘書。というよりも、前社長のご子息である今野さんに引き継いでほしいと。遺言書とは別に、それぞれに宛てた手紙もあった。私宛ての手紙には、今までの感謝と幸せな未来を願う旨が記されていた。兄が書いた筆圧の強い字を目にすると、涙が止まらなかった。親愛なる妹、若子へ。今まで若子の存在が支えになって、頑張ってくることができた。妹を守っているつもりでいたが、逆にいつも若子に励まされていたように思う。そして会社を盛り立ててくれて本当にありがとう。ただただ若子の幸せを願っている。空の上から兄が微笑んでくれているように感じた。京香さんも自分宛ての手紙を読んで
おえつを漏らしている。読み終えた後、私にも読むように促し、手紙を渡してくれた。愛妻の妻、京香へ。早くに両親を亡くした俺は、温かい自分の家庭を築くのが夢だった。君は俺にはもったいないくらいの妻でした。それに、たくさん子供が欲しいと望んだ俺の願いを叶えてくれてありがとう。俺の家族は世界一だと思っているし、世界で一番お前たちを愛している。先に天国へ行ってごめんな。子供たちのことをよろしく頼む。おばあちゃんになった君と天国で再会できることを楽しみにしているよ。愛情たっぷりの兄らしい遺言だった。あの人に愛されている若子ちゃんに嫉妬して、ひどいこと言って、ごめんなさい。京香さんは号泣しながら、私に頭を下げて謝ってくれた。若子ちゃんはウェブデザイナーとして仕事のサポートまでしているのに、何も力になれない自分がコンプレックスでもあったの。京香さんはそう自虐するけど、そんなことは決してない。私も、あの人から同じくらい愛されて、大切に思ってもらっていたみたい。京香さんが初めて私に笑いかけてくれた。私も泣きながら何度もうなずく。実は私は兄が残してくれた遺産を相続放棄しようと思っている。兄が私を愛して育ててくれた記憶だけで十分これからも幸せに暮らしていけるから。それに、おかげさまで YouTube の収益で多分、一生分稼ぐことができている。もともと物欲がない倹約家などで、好きな時に好きな料理が作れる材料費と、生活に困らないだけのお金があればそれでいい。兄の喪が明けた頃、今野さんから食事に誘われた。彼は立派に社長業を務めている。商品開発の監修は継続しているので、葬式以後も頻繁に顔を合わせているのだけど、プライベートのお誘いは初めてだった。あ、そうそう。京香さんにも主婦目線のアドバイザーとして商品開発に加わってもらうことにした。子育ての障害にならない程度で座談会などに参加してもらっているが、生き生きと辛辣な意見を述べてくれる。おしゃれをした私は、今野さんに指定された夜景の見える高級レストランに到着した。個室に案内されると、そこには、バラの花束を持った今野さんが待ち構えていた。ずっと、若子さんのことが好きでした。職場で見せている常に冷静沈着な顔とのギャップにドキッとした。妹を溺愛する沢渡さんの手前、なかなかアプローチできなかったんですが、よければ、僕と付き合ってください。初々しい告白に心がときめく。
こんな私でよければ。告白を受け入れ、お付き合いすることにした。だって、私も彼のことがずっと好きだったから。